皆さんこんにちは、せせらぎはなです。今回は私にとってすごく嬉しいことがあったので皆さんにご報告。なんとある釣り具屋さんからこんなメッセージをいただきました。せせらぎさん、お店の SNS で釣り企画やりませんか？どんな企画かすごい楽しみにしてたんだけど、釣り具屋手にとガチ釣り対決してみたという企画です。対決を申し込まれました。では丸日にどこどこまでお願いします。ということで私は強気。そして先に結果を言っちゃうんだけど、なんと釣り具屋店員さんに圧勝させていただきました。勝利のマヨネーズいただきます。何で勝負したかっていうと、私が最近ハマっている深瀬釣りです。いやね、絶対に負けたくなかったから前日にこそ練をしました。さあ行くぞ。今回はこのチヌマックスを使って釣りをしたいと思います。色もねホワイトだから今日は合わせて白服。できるだけ荷物はさ最小限にしたいんだけど、やっぱり多くなっちゃうんだよね。深瀬釣りの仕掛けをね、いつもは家で作ったりするんだけど、今日は海の様子を見ながら作っています。いつも使ってるチヌエース2号とピンクフロロを使います。なんかさ、いつもハリス作るときさ、こうやってスプールを太ももの下にさ置いとかないとなんか作れないんだよね。みんなも仕掛け作る時の癖とかありますか？この日は天気も良くて風もなくて水が澄んでたから、チヌにはすごい警戒されるかも。だから白いコマセは正解だったかも。なので今日はいつもより多めにコマセを打っていきます。新しい浮きに変えたんだけど、その浮きがねすごい繊細な当たり方をして、餌がついてるかついてないかっていうのも浮きを見たらわかるんだよね。だから魚の当たりなのか根がかりなのかよくわかんなかったんだよね。最初の2時間くらいは浮きの動きが当たりかどうかわからなかったんだけど、だんだん細かい当たりが取れるようになりました。ついてる。なんかついてる。ちっちゃい。お、チヌだ。ちっちゃいけどチヌだ。ちっちゃいけどチヌだ。嬉しい。ちっちゃいけどねすごいでしょ。2時間粘ってようやくちっちゃいチヌ。ここ最近ね、バリコアイゴの子供がすんごい多くてさ、その子たちがね餌を取っちゃって肝心なチヌさんまで餌が届かなくてね、もう大変。どうやって解決したらいいかというと、チヌしか食べない餌に変えてみる。さなぎとかコーンとか、あとねチータラで釣れたらめっちゃ面白くないですか？これで釣り具屋さんの度肝を抜いてやろうと思います。あと面白いものがあって、オキアミを黒く染める液なんですけど、海の上の方では黒くて餌取りには見えない。沈んでいくと黒いのが取れてオキアミになる。こういう謎グッズ大好きです。ということでね、勝負に行ってきました。今日の巻き餌はこちら、チヌマックスプレミアムの白に網エビパン粉をミルフィーユ。美味しそう。そして付け餌はこちらです。万全の体制。黄色い餌を中心にしてコーンとかさなぎとかでアイゴを着にくいようにしています。まずはエビからやっていきますが、
オキアミではなくてマルキユーさんの丸エビというので前回当たりが出たのでこれを使ってみます。さあ行くぞ。くらえ。おお、いいサイズ。いやー、バラします。あ、いやー、アイゴです。あ、いや違う、アイゴじゃない。また違う。また違う。あれやりました。実は2匹目のチビチヌです。1匹目は動画回せなかったんだけど、再現 VTR 並みに同じ。お次はさなぎ。さなぎを使ってみたいと思います。クーラーボックスの中にばらまいてしまったさなぎさんを使います。何の虫のさなぎかは考えてはいけません。ギリギリ触れるレベルでした。お、結構叩いてる。お、でかそう。いや同じぐらいどうかな。あーちっちゃい。あーちっちゃい。同じぐらいですね。3匹目です。当たりはあります。当たりはありますね。はーい。まだまだ大きいのおるんで。はい。ちょっと棚を深くしてみます。3匹目。時間も迫ってきたので、信頼のあるマルキユーさんの練り餌を使います。ちょっと棚を深くしてみました。くらえ。その後はウユニ塩湖みたいになりながら頑張りました。ということで今回の結果発表。釣り具屋さんと釣り対決してみた結果、釣り具屋さんグレ1匹2人がかりです。まあ一応ね頑張ったんじゃないかなとは思います。厳しいコンディション、餌取りが多い中頑張っていただけたかなというふうに思います。そしてせせらぎ花チヌ4完勝、圧倒的勝利。全国の釣り自慢の皆さん、勝負を挑んでいただければ私は逃げも隠れもしません。ということで今回は釣り具屋さんの企画で釣り対決をしてみました。釣りのサポートだったり、あと撮影とかもねしていただきました。釣り具屋さんお忙しい中ありがとうございます。いつもは普段人と釣りをすることはないんだけど、なかなかね恥ずかしかったんですけど、それ以上にすごい楽しかったなぁと思います。また誰かと釣りできたらいいな。それでは皆さん次の動画も楽しみにしていてね。